海外でクレジットカード支払いをすると手数料を取られてしまいます。今回は海外でカードを利用する際に手数料をできるだけ抑えるための3つのおすすめのカードを紹介します。そもそも手数料とは何かということですが、手数料とは購入金額にビザやマスターカードなどの基準レートをかけて、それにカード発行会社の海外事務手数料をかけたものが手数料となります。基準レートについてですが、僕が調べたところによると、ビザやマスターカード JCB についてはミッドレートとほとんど同じ、または 0.1% ぐらいの上乗せしかないということが分かりました。例えば USD で見ていくと、今現在 158.83 円ですが、JCB で1月22日の換算レートを見ると 158.698 円なので少ししか変わっていません。またマスターカードの場合はカーレンシーコンバーターというページで From を USD、To を JPY、そしてアマウントは1、バンクフィーは0にして、日付を今日の日付は設定できないので昨日の日付でキャルキュレートしてみます。そうすると 158.33 とできます。またビザに関しても同じようにアマウントを1、ここを USD、To を JPY にしてエディットから日付は今日、そしてバンクフィーは0にします。これで計算すると下に 158.549842 円というふうに出てきます。今日のミッドレートが 158.83 円なので、今のレートよりも少し安いレートになっているということもわかります。このようにビザやマスターカードなど基準レートはほとんど上乗せされていないということがわかります。最後に海外事務手数料に関してですが、一番安いカードでイオンカードの 1.60% です。また JCB のブランドであれば 1.60% や 2% 前後のものもありますが、楽天カードや三井住友カードのようにビザ、マスター、JCB、アメックスすべてにおいて 3.63% など高めの海外事務手数料を設定しているカードもあるので、この点は気をつけてください。また PayPay カードやセゾンカードなどは 3.85% とかなり高めの手数料を設定しています。手数料ですが 500USD を利用した場合、レートが158円で海外手数料が 3.85% とすると3041円の手数料がかかってきます。一方、海外事務手数料が 1.60% の時は1264円の手数料がかかってきます。次に手数料をできるだけ払わずにお得にするためのカード3つを紹介していきます。1つ目はソニーバンクウォレット、2つ目は WISE、3つ目はレボルートです。これらをそれぞれ比較していきます。まず会費に関しては全て無料となっています。ポイント還元は基本全てありませんが、レボルートのメタルプランのみ月5000円までの上限で 1% 還元があります。ただし月額1980円かかるのと年払いで 19,800 円かかるようになります。また物理カードの発行手数料としてソニーバンクウォレットは無料、WISE は1200円、レボルートは500円の発送料がかかります。また WISE に関しては紹介リンクで無料となります。国際ブランドはソニーバンクウォレットとレボルートがビザ、WISE はマスターカードとなっています。スマホタッチ決済に対応しているのがソニーバンクウォレットとレボルート、WISE は非対応となっています。ソニーバンクウォレットやレボルートでは Apple Pay や Google Pay に対応しているので、海外に行った時に携帯をそのままタッチしてできるので、これは非常に便利だと思います。また保有できる通貨数としてソニーバンクウォレットでは12通貨、ただし人民元 CNH とブラジルレアルは決済 ATM 引き出し不可となっているので、実質10通貨までとなります。WISE では40通貨以上、レボルートは35通貨以上対応しています。ここで注意点ですが、中国の人民元には CNH と CNY という2つの種類があります。CNH という通貨は中国国外で国際的な取引で使われているものです。中国国内での決済では使うことができないので、ソニーバンクウォレットの CNH は使用不可というふうになっています。また CNY というものもあって、 CNY は中国国内で使われている通貨になります。なので決済をする際は CNY の通貨を持っておく必要があります。レボルートでは CNY の通貨も持てるようになっています。また預け金の保証に関してですが、ソニーバンクウォレットはソニー銀行が提供しているカードなのでペイオフの対象となり、円預金は元本1000万までプラスその利息が保護されます。ただし外貨預金に対しては対象外となるので、この点はご注意ください。
また WISE と Revolut は原則 100% 信託保全で保証されます。ただし Revolut は第2種資金移動業者なので、保有できる金額の条件が100万円までとなっています。WISE は第1種、第2種資金移動業者となっているので、100万円という設定はありません。次に入金方法と手数料に関してです。ソニーバンクウォレットではソニー銀行にある分だけ使えるようになるので、銀行振込で手数料無料で行えます。また WISE に関しては銀行振込が手数料無料、デビットカードでは 3.3% かかるようになっています。Revolutは銀行振込が無料、ビザデビット、マスターデビット、クレジットカードは無料、マスタープリペイドカードは 1.3%、その他のカードは 1.7% かかるようになっています。ここで注意点として、Revolutでカードで入金したお金はカード支払い専用になります。なので送金や ATM での出金はできません。もし ATM で出金したいとか送金したいという場合は銀行振込で行う方がいいと思います。僕は海外に行った際にRevolutのカードで ATM 引き出しなどを行うため、常に銀行振込でチャージするようにしています。またRevolutは毎月1回まで国内の送金が無料で行えるので、Revolutにチャージして海外旅行に行ったけど残り1万円余った、2万円余ったなどという時は、余った金額を国内の銀行に無料で移すことができます。次に海外事務手数料に関して、基本的に3つのカードとも無料です。ただしソニーバンクウォレットは対象の10通貨以外は 1.79% の手数料がかかってくるので注意してください。次に対応10通貨とそれ以外の通貨でどのカードが一番お得なのかを見ていきます。まず10通貨の場合はソニーバンクウォレットが一番お得になります。ただしニュージーランドドル、香港ドル、スウェーデンクローナ、南アランドなどはRevolutの方が安いことがあります。また10通貨以外の場合では平日と土日でお得になるカードが変わってきます。平日の時はRevolutが一番お得で、その次に WISE、ソニーときます。一方土日ではWISE が一番お得で、その次にRevolut、ソニーバンクウォレットという順番になります。これはRevolutが週末は 1% の手数料をかけてくるからです。ただしこれはスタンダードプランの場合であって、有料プランの場合は無料となります。また月30万円を超えた場合は 0.5% の手数料がかかってきます。Revolutの有料プランに関してですが、プレミアムとメタルプランとあり、プレミアムプランは月額980円、年額で9800円。メタルプランの場合は月額1980円、年額で19800円かかってくるようになります。ただしこれらを選ぶことで金額や利用条件の制限なしで無料で利用できるようになります。次に海外 ATM 使用時の手数料について見ていきます。海外 ATM で現金引き出しする際の手数料としてかかってくるのは以下の4つがあります。まず1つ目は一部デビットカードがかけてくる海外事務手数料。次にカード発行会社がかけてくる海外 ATM 手数料。これは1万円以下が110円、1万円以上だと220円かかってくることが多いです。3つ目として ATM を運営する銀行がかけてくる ATM オーナー手数料。そして最後にクレジットカードの場合はキャッシングにかかる利息がかかってきます。3つのカードで海外 ATM 使用時の手数料を見ていきます。ソニーバンクウォレットの場合は全ての通貨で1回あたり 1.79% がかかります。また WISE とRevolutは基本的に海外事務手数料はかかりません。ただしRevolutでは週末に日本円から外貨両替をすると 1% の手数料がかかるようになるので、週末に ATM を使うという場合は平日のうちにその通貨に両替を行ってから引き出すという風にした方が手数料が安くなります。また海外 ATM 手数料についてですが、ソニーバンクウォレットは10通貨であれば無料、10通貨以外は1回あたり220円がかかってきます。ただしクラブ S というステータスがあり、そこでシルバーステージを獲得していると月1回は無料となります。また WISE は月2回3万円まで無料となっています。3回目からは1回にあたり70円がかかってきて、3万円を超えた分については 1.75% の手数料がかかってきます。例えば1回目2回目と1万と下ろした場合は手数料は無料で行います。3回目に1万円下ろした場合は70円の手数料がかかります。4回目に1万円分下ろした場合は70円プラス3万円を超えた分の 1.75% がかかってくるので、約245円分の手数料がかかってきます。次にRevolutの場合ですが、
レボルートは月 2.5 万円まで無料で引き出すことができます。超過した分に関しては 2% の手数料がかかってきます。ただし、プレミアムプランでは5万円まで、メタルプランでは10万円まで ATM で無料で引き出すことができます。また、ATM オーナー手数料に関しては全てかかってきます。高いと言われているのはタイの220バーツ、約1100円、そしてチリの5000ペソ、約900円などがあります。これらの ATM オーナー手数料をできるだけ低く抑えるためにキャッシュマローというアプリを使うこともできます。キャッシュマローでは事前に両替を行って現地の提携している ATM に行って QR コードを読み込んだり特定の番号を入れることで ATM オーナー手数料がかからずに引き出すことができます。今利用可能な国としてはタイ、韓国、フィリピン、アメリカがあります。そしてインドネシア、ベトナム、香港、マカオも準備中となっているので、もうすぐするとこれらの国でも使うことができると思います。ただし、キャッシュマローはレートがあんまり良くないので、ATM オーナー手数料があまり高くない国で使ってしまうと不利になるので、ATM オーナー手数料が高い国でキャッシュマローを使うようにするとお得に現金を引き出すことができると思います。キャッシュマローでは日本円で区切りのいい数値を設定することはできません。例えばこのように2万円と打っても自動的に2万40円というふうに変わってしまいます。これは現地の ATM で区切りのいい数を引き出すことができるようにするためです。またアメリカドルでも同じように2万円と打っても自動的に120ドルに変更されます。2万5000円と打った場合も160ドルに自動的に変更されます。また海外でカードを使う際の注意点として DCC ダイナミックカーレンシーコンバージョンというものがあります。海外で決済した時は DCC という仕組みが働き、割高な独自レートで日本円に換金されるので不利な手数料が発生します。例えばこれは海外の ATM の画面ですが、ユーロを入れたところ日本円の金額が出てきます。日本円に変換、コンバージョンして引き出しますかっていうので、アクセプト、受け入れるっていう風にしてしまうとかなり上乗せされた手数料がかかってきます。一方で Decline Conversion もしくは Without Conversion というふうにコンバージョンしないを選択すると手数料がかからずにいいレートで引き出すことができます。なのでコンバージョンっていうのを見たら必ず Without Conversion を選ぶようにしてください。また外貨決済をする際に外貨で支払うか円で支払うか選ぶ画面が出てくることがあります。この場合も現地通貨を必ず選ぶようにしてください。円を選んでしまうとすごい高い手数料がかかってくるので必ず現地通貨で決済っていうのを覚えておいてください。また ATM を利用する際の DCC に関してもっと詳しく知りたいっていう方はこちらのブログに詳しくどんな ATM があるかどういう風な画面が出てくるかっていうのを書いてあるのでぜひこちらのブログも見てみてください。またソニーバンクウォレットを作るためにはソニー銀行の口座を開設する必要があります。ソニー銀行のメリットとしては普通預金が 0.2%、円定期預金1年もので 1.0% など金利が高めになっていることです。また ATM 利用手数料として預け入れは何度でも無料、引き出しは月4回まで無料となっています。そして振込に関しても毎月2回までは無料なのでこの点も非常にお得だと思います。またクラブ S という優遇プログラムもあります。これのシルバーを獲得すると ATM 手数料が月7回まで無料、振込も月4回まで無料という風になるので非常にお得になります。シルバーステージを獲得するためには3月と9月の総残高が合計300万円以上、そして3月と9月に外貨の積み立てを3万円以上行うとシルバーステージを獲得することができます。一番簡単なのは3月と9月に3万円を外貨積み立てすることだと思います。そうすることで ATM の無料回数や振込無料回数が増えるので、ぜひこれらを増やしたい方は使ってみてください。今回は海外旅行で使える3つのお得なカードを紹介しました。おすすめは3つのカード全てを作ることなんですが、どれを作るか悩むとか全て作るのがめんどくさいっていう方はまずはソニーバンクウォレットを作ることをお勧めします。またソニーバンクウォレットが対応している10通貨以外の国にも行くっていう場合はレボルートがレートがいいのでレボルートのカードを作っておくことをお勧めします。また ATM で 2.5 万円以上引き出したいという場合は WISE が3万円まで無料で引き出すことができるので WISE とレボルート合わせて 5.5 万円まで引き出すことができるようにしておくといいと思います。ぜひ海外旅行に行った際は今日紹介した3つのカードを使ってお得に旅してみてください。ではバイバイ。